前回の動画でキャラクターを作ることができましたので、今回はそのキャラクターに動物らしく毛を生やしていきましょう。ではやっていきましょう。まずオブジェクトに毛を生やす場合はモディファイヤーが設定されているとうまくいかないので、ボディに設定されているマルチレゾリューションのモディファイヤーを適用しておきます。ボディのモディファイヤーのプロパティでチェックマークのアイコンを押してアプリの適用を押します。そうするとスカルプとしていたデータが適用されますので、メッシュが細かく分割されます。このキャラクターにアニメーションをさせたりゲーム用に出力したい場合は別のファイルでセーブしておいた方が良いと思います。モディファイヤーを適用した後、その下のパーティクルのプロパティを表示します。四角のボックスの横にプラスとマイナスのボタンがあるので、プラスを押してパーティクルシステムを追加します。下にパーティクルのタイプのエミッターとヘアーが表示されるので、ヘアーを選択します。そうすると体に毛が生えました。エミッションのナンバーの数値が毛の数で、下のヘアーレングスが毛の長さです。毛の長さを調整します。セグメンツが節の数なので3ぐらいにしておきます。そしてその下のチルドレンを開いてインターポレーテッドを選択すると、毛の数を1本につき何本に増やすかを調整できます。ディスプレイの数がプレビューの数で、レンダーがレンダリング時の数です。ディスプレイの数を増やして良さそうな数に調整します。ひとまず500ぐらいにしてレンダーも同じ数にしておきます。その下のパラメーターを調整することでリアルな毛の表現にしていきます。パーティングとクランプで毛のまとまり感だったりラフネスのランダムの値を少し上げたりすることでリアルな毛の感じを出したりできます。今は放射状に生えているので動物の毛並みっぽく毛の向きを調整したいと思います。毛の向きを調整する場合は 3D ビューの左上のモードをパーティクルエディットモードにします。毛が黒の表示に変わって少ない表示になります。これを左のツールを使って調整していきます。上のコンブヘアを使って溶かしていきます。毛の流れをつけていきます。ある程度やったらオブジェクトモードに切り替えて実際の毛の表示を見ながら調整します。地肌が見えてしまっている場合は下の方のツールのバフを使うとふわっとさせることができます。だいぶリアルな感じになってきましたよね。そして毛にシェーダーをつけたいと思います。マテリアルのプロパティでプラスを押して新たなシェーダーを作成します。名前をファーにしておきます。サーフェイスの種類をプリンシプルヘア BSDF にします。カラーは体と同じ色にするのでイメージテクスチャーで体のテクスチャーを選択します。そしてパーティクルのプロパティに戻ってレンダーのマテリアルを作成したファーにします。今レンダーエンジンは EB ですが、毛の表現はサイクルズの方が綺麗になると思います。これでまたリアルな毛っぽくなったのではないでしょうか。ではさらに髪の毛と耳毛のあたりにもう少し髪の毛っぽい毛を生やしてみましょう。パーティクルのプロパティで体の毛を一旦非表示にしてプラスボタンでもう一つパーティクルシステムを追加します。同じようにパーティクルタイプをヘアーにして長さを調整して先ほどよりは長い感じにしておきます。そしてナンバーの数を0にします。セグメンツは5でパーティクルエディットモードにします。真ん中あたりのツールのプラスマークのアットを選択して上のカウントを1にします。このツールで好きなところに毛を追加できます。頭のあたりに1本毛を追加します。追加したらオブジェクトモードに戻ってパーティクルプロパティの毛のチルドレンを設定します。
次はシンプルを選択して50本ぐらいにしておきます。クランピングやラフネスをリアルな毛っぽくなるように調整します。またパーティクルエディットモードにして毛を追加して溶かしていきます。いかがでしたでしょうか。ブレンダーであれば簡単に毛を生やすこともできました。毛のようなものが追加されることで情報量が多くなりクオリティが上がりましたよね。情報量を増やすことで簡単にクオリティが上がるんです。要点を押さえて作成していくことで楽しく簡単に早く作品を作っていくことができるんです。 CG で作ることが楽しそうに思えてきたら本当に嬉しいです。さあ無限の想像の世界へ飛び立ちましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。